こんにちは。作り置きって味とか賞味期限気になりませんか？今回は期限を気にせず美味しくて楽な献立の組み合わせを見つけました。1週間分の献立のポイントとメリットをご紹介。それでは行きましょう。作り置きはできるだけ週の前半で食べきるように献立を組み、後半に下味冷凍です。月曜日はハンバーグ。材料が似ているつくねハンバーグも水曜献立に組み合わせ同時に作ります。玉ねぎを簡単にカット。ブンブンチョッパーでみじん切り。石突きは焼いて私が食べます。かさ増しにえのきもみじん切りにします。つくねハンバーグ用にも 1.5 個分の玉ねぎと一緒にブンブンチョッパーにかけみじん切りします。2分の3ハンバーグ用で3分の1はつくね用に分けてボウルに入れます。その上にひき肉と卵は2個分、パン粉1カップに牛乳 80ml、 ナツメグがある方は入れてください。塩コショウを振ったらあとは混ぜるだけ。ハンバーグを作るときはつくね用も作っておくととっても楽になります。ハンバーグはチーズインするので洋風のソースに。みりん大さじ1弱、酒大さじ3、中濃ソース大さじ5、ケチャップ大さじ3、砂糖大さじ1を加えて後で入れます。ハンバーグは火をかけずフライパンに直接種を置きます。置いたら真ん中をへこませて、半分はモッツァレラチーズを包み避けておきます。火は中火で熱を入れます。ひっくり返したら酒を一回し入れて蓋をする。蒸し焼きにしたら串で穴を開けて透明な汁が出たら完成。残りのチーズ入りも同じように焼いて、そのフライパンのままソースを投入して沸騰させます。焦げないように回しながら火を通したら完成です。1回に食べる量を容器に詰めてタレを半分かけます。容器の分は圧縮して冷蔵庫へ 4,5 日保管。残りは冷凍ストックに。こちらは3週間から4週間ほど日持ちします。作り置き2品目は砂ずりが230円ととっても安かったので酢物に。薄切りに切っていきます。沸騰したお湯に酒を回し入れ軽く湯がいていきましょう。混ぜて色が変わってきたら水気を切ってあげる。水洗いはせず温かい状態で味付けしていきます。鶏皮の酢物の時もこの味付けなんですがとっても美味しいです。ポン酢、砂糖、醤油、ごま油で味付けしたらネギやごまを入れて混ぜるだけ。真空で冷蔵庫保管で6日から7日ほどで食べきります。週の始まりに元気の出るハンバーグと酢物が美味しかったです。手羽中は味が染み込みやすいのでレンコンと合わせてメインの作り置きおかずに。ニンニクは勢いよくちょっと出しすぎました。片栗粉で揉み込むと臭みが飛びます。このまま30分放置。レンコンに含まれるビタミンは熱に強く疲労回復にもとってもいいのでおかずに取り入れます。水でアクを取り2分レンチンする。鶏肉の皮を下にして焼いていきます。火は中火で片栗粉で揉み込んでいるので味が染みやすいです。くっつかないようにだけ注意して両面焼いたらチンしたレンコンを入れてなじませたら醤油、みりん、酒、これを同じ割合で作って入れていきましょう。中火なのですぐに沸騰しますがお砂糖も入れて蓋をすると染み込みやすくなります。タレが絡んで少なくなったら完成です。レンコンはシャキシャキで手羽先もしみしみでした。美味しかったです。
ハンバーグに作った残りの玉ねぎとえのきを1/3入れて、鶏のひき肉をドドン、卵と片栗粉、醤油、お酒入れて味付けをしたら混ぜます。ゆるすぎたら片栗粉少し足してまとめてください。つくねに合うタレはやっぱり照り焼き味。醤油、みりん、お酒、砂糖は同じ分量で混ぜたら完成です。ハンバーグと同様にフライパンに出してから火をつける。一旦取り出して第2弾を入れて焼いたらタレを絡ませます。タレを全体的にかけたら蓋をして、沸騰したら裏返しながらタレを絡めて完成です。すぐ食べる用は容器に入れて冷蔵庫へ。冷凍用には横にして入れてから密閉します。手羽中炒めに切ったレンコンはきんぴらにも使うので、まとめて切って水にさらしておきます。ちくわも芋のきんぴらに。半分使うので4本まとめて斜めにカットしておく。ごま油でレンコンを中火で焼いて炒めたら調味料を。めんつゆ大さじ2、醤油大さじ1、砂糖大さじ1、お酒大さじ 1.5 入れたらちくわを2本分入れましょう。あとはタレが全体的に絡んで少なくなったら完成です。仕上げにごまをかけて小腹が減った時にもおつまみにもとっても美味しいです。木曜は下味冷凍、タコを特売で購入したので唐揚げにします。木曜以降の下味冷凍は簡単。切って詰めて調味料だけ。醤油、みりん大さじ1ずつで完成です。水で解凍しました。水気を軽く切って袋の中に小麦粉と片栗粉を大さじ2強ずつ入れて混ぜたら180度の油で揚げていきます。身が硬くなる前に揚げたいので少し強めに揚げて、衣がきつね色になったら完成です。今週は下味冷凍と作り置きを混ぜたことでむちゃくちゃ楽でした。鶏そぼろも詰めて味付けだけ。醤油大さじ3、みりんと酒大さじ 1.5、 砂糖大さじ 2.5、 あっという間に完成です。こちらも水で解凍しました。火は弱めの中火で、途中少し強めの中火で煮立ったら完成です。煮汁をご飯にかけてから炊くと香りが増します。あとは卵を作れば完成。優しい甘じょっぱいそぼろご飯とタコ、美味しかったです。この前とんかつ屋さんの前を通ったらとんかつが食べたいとリクエストされたので献立に組み立てました。筋切りをして叩く。塩コショウと塩を両面に振ってなじませていきます。軽くキッチンペーパーで押さえたらバッター液を作る。卵1個に水大さじ2、小麦粉大さじ3入れたら混ぜていきます。お肉にバッター液がなじんだら完成です。食べるときは解凍してパン粉をつけるだけです。解凍は水で解凍しました。パン粉をまぶしてなじませる。10分ほど置くとよくなじみます。あとは170度の油で揚げる。我が家は170度で揚げて、一旦180度に揚げてから2度揚げします。これぐらいの色で完成。とんかつとっても美味しかったです。きんぴらは旬のさつまいも、これを千切りに切り、水でアク抜きしてからレンチン 2,3 分します。さっきのちくわの2本分を使っていきましょう。油を敷いてさつまいもをフライパンに、みりん大さじ 1.5 と醤油、砂糖大さじ1ずつ入れたらちくわを入れて絡めて汁気が飛んだら完成です。ハッ
ッシュドビーフは冷凍としても作り置きとしてもいつでもすぐに出せるので、土曜日のために冷凍ストックします。バターと玉ねぎを入れたら強めの中火で時短して炒めます。焦げそうになったら水を足す。これを繰り返すと早く玉ねぎがとろけます。あとはお肉はどちらでも OK。 火が通ったら水を入れて、冷凍したきのこがあったので追加しました。なくても OK です。火を止めてルーを入れて煮込んで完成です。冷凍するので容器に入れて冷凍庫に保管します。定番だけど私も子供も大好きなハッシュドビーフです。今回エビが見つからなくて入れていませんが、見つけられたので後入れしています。ホタテ、ブロッコリー、エビ、あればチンゲン菜、酒、砂糖、鶏ガラスープの素、水小さじ1入れたらこれで完成です。解凍は水で解凍しました。火は中火にかけて、見つけたエビと代わりのキャベツ、解凍のため一旦蓋をします。全体的に馴染んだら水溶き片栗粉を入れて水分を飛ばす。添え物として卵焼きを焼いて、今晩のおかずが完成です。とっても美味しかったです。茶色多めになりましたが、冷蔵庫保管の作り置きは味落ちや期限が限られるので、週の初めにメイン料理として組み込み、木曜以降は長期保管ができる下味冷凍をメインに献立にすると1週間美味しくて楽な献立ができます。作り置きは温めだけなので、帰って数分で夜ご飯が食べられます。下味冷凍も調理の工程が少なく保管期間が長いので、組み合わせて作ることによってとっても楽になります。子供がママお腹すいたって言ったらすぐに食べられるご飯が常備されていると心にゆとりが生まれます。皆様のお役に立てれば嬉しいです。買い物リストと食器紹介のエンドロールです。スクショして活用してください。ご視聴ありがとうございました。また来週もお会いできますように。